アリサです。22歳です。同人の AV 女優みたいなものをしています。梅毒になっちゃって、バラシンっていうの、赤くなってきて、騎乗位やって正常位やってバックやってみたいな。体位を変えるために、こう、抜いたタイミングで出ちゃったとかはあります。お名前と年齢を教えてください。アリサです。22歳です。よろしくお願いします。お願いします。アリサさんの今のお仕事を教えてもらっていいですか？主に同人の AV 女優みたいなものをしています。同人 AV やるようになったきっかけみたいなのって？ホスト行ってて、その時に出会った友達になんかあるよみたいな。一日で結構、風俗だといくら稼げるか分かんなかったりするんですけど、結構決まった額、しかも割と大きめの額いただけるっていうので始めた感じです。ホストに行くためにお金必要だから。そうですね。その時はそうでした。こんなにホストにお金使うとか思ってなかった？まあでもハマったらハマるだろうなっていうのは昔から思ってて、案の定っていう。で、お金どうしようかなみたいな。もともと上京してきた時にお金なさすぎて、あんま親頼るタイプじゃなかったので、で、風俗は先に始めてて、で、後でホストにハマって、で、まあ、お小遣い稼ぎ程度だったのが本腰入れて風俗もやるようになってっていう流れです。ちなみに風俗ってどういうジャンルの？最初はデリヘルでしたね。で、後からソープもやりました。今まで何本ぐらい出られたんですか？数えてないんですけど、100本くらい出たんじゃないかな。そんなに出てるんですね。出たと思います。最初の撮影とかって結構緊張します？あんましなかったです、私は。なんか、楽しかったかな、多分。はい。その最初のその AV 撮影の内容ってどういうやつだったんですか？もうでもどれが最初かあんまりちゃんと覚えてなくて。100本あるから。推定最初だってやつは、でも制服着たかな、多分。ほとんどの作品って販売されてるんですか？だと思います。出たのあんま見ないので分かんなくて。撮影者さんが、はい。できました、これですみたいなのも言わなくていいって言ってる。はいはい。それはなんでですか？見たくない。なるほど。好きにしてほしいです。なんでもう行かなくなったんですか？ NS のお店にいて、梅毒になっちゃって、梅毒になったら当然働けないので、その流れで、なんか自然消滅みたいな感じで、いいかな、もうって思って行くのやめました。梅毒って治るんですか？今は治ります。薬ちゃんと飲めば。じゃあ今はもう、完治しましたみたいな。そうですね。人にはもう移さないよっていう状態ではあります。ただ、やっぱなってる、完治する前に誰かとやっぱしちゃうと、簡単にあれめちゃめちゃ移るので。梅毒の症状ってどんな感じなんですか？最初1ヶ月、2ヶ月無症状、その後、私は、なんか、バラシンっていうの、赤くなってきて、でもそれで終わるらしいんですよ。それが引いてもう2年とか経っちゃうと、誰にも移さない状態になるらしくて、だからもう気づかず、そのまま行くと、昔よく言ってた鼻が落ちるみたいな、臓器がどうのみたいなレベルになるそうです。じゃあもう、アリサさんはちゃんと治療したからもう大丈夫です。だから移されたお客さんが気づかなかったら、5年後とかに急に死ぬ可能性があるっていう、結構危ないです。怖いですね。バラシンができるみたいな。そうなんですよ。でもお客さんって多分女の子ほど気を使ってないというか、まさか自分が梅毒になんて多分思ってないので。バラシンができて、梅毒だった。いやもう性分検査を結構受けるので、風俗の女の子って。それで、受けるタイミングぐらいに出てきて、これ絶対そうだな、みたいな。やっちまったぞ。誰か全然わからないので、今でも多分持ってる人が、私に移した誰かが治療してるかはわからないんですよね。
NS 店ってやっぱそういうところがリスク。まあぶっちゃけデリヘルでもかかるときはかかるんですけどそうですね。どういう撮影が好きですか？何でもやります基本は。結構演じるのとかは好きなので、セリフとかちゃんとあるやつとか設定が細かいやつはやっぱ撮影者さんも気合い入れてくださってるんだなと思って、私も頑張ろうみたいななります。逆に結構そのもうあんまセリフいらないみたいな、喘ぎ声だけでいいみたいなのは単調でつまらなくなっちゃいます。じゃあもう設定があってこの役になりきるみたいなのが好き。そうですね、好きです。はい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 。じゃあもう本当中学生の役でこういうセリフでって言われたらやります。ただ大丈夫かな、背高いけどとかは思ったりもするんですけど。基本的にはあれですか、はい、その本番が含む撮影の方が多い？最近半々。やっぱその始めたばっかりの頃はそうもう10時間拘束で1回に3本ぐらい撮っちゃうみたいな、もしかも全部絡むみたいな、もっと普通の表の AV 業界にいた人が監督をやってるみたいなガチガチのしか本当になかったんですけど、最近は本当にサラリーマンやってる方が副業でパンチラだけやりますとか、こうエステするだけとかやりますっていうのが増えてきたので、最近は本当半々くらいだと思います。その撮影内容によってあれですか、ギャラとか変わるんですか？そうですね、変わりますね。やっぱそのなんだろう、ギャラでいう一番高いって言ったら何なんですか？本当に一番高いのは多分 SM、次に多分絡みありで、フェチ系の中でも脱ぐとか脱がないとか接触があるかないかとかで変わる感じだと思います。はい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 。今回撮影にあたって、はい、顔モザイクあり規模じゃないですか。はい。それなんでなんですか？彼氏があんまり私が映像に映ることがもうよく思ってないので、家族とかはいいんですけど、バレても。今彼氏がいて、そうです。そのバレないようにみたいな。そうですね。はいはいはい。あと、あんまり私の動画を見てくださってる、私のことを好いてくださってる方に、変な印象を持たれたくないとかもあります。なるほど。ホスト行ってたとかも多分言うこととか、恋人いるとかも、あんまりよく思わない方もいると思うので、知られたくないなっていうのもありますね。で、その同人 AV に出てるっていうのは彼氏は知っている？知ってはいるんですけど、その3年前とかに出てたのは言ったんですけど、付き合ってからは出てないという体になっております。はいはいはい。そしたら、なんだろう、普段こういう仕事してますみたいなのはもうデリヘルで通してます。デリヘルは大丈夫？そうです、大丈夫です。なんでデリヘルは大丈夫なのに同人 AV はダメ？まず多分挿入されるのが嫌だと思うんですよ、他人に。なのでソープもできればいいやみたいなのはあって、でその中でもソープとかデリヘルってプレイ内容を見るわけじゃないじゃないですか。でも同人 AV ってネットに上がるから何かの表紙に見てしまうこともあるかもしれないっていうので多分嫌なんだと思います。なるほど。あと言ってたのは残っちゃうから今後10年、20年とやっぱリスクは取ってほしくないっていうのはあると思います。でもソープは挿入するから嫌だ、同人 AV も挿入するから嫌だ。デリヘルもでも基盤円盤とかあるじゃないですか。私しないので。しないんですか？それはやっちゃいけないと思ってるので。裏オプションはやるときはやるんですけど、ただ向こうから言われた場合のみですね。ちなみに裏オプションってどういう？挿入するんですけど、1万でとか2万でどうみたいなのをお客様側から言った場合のみ、この人だったらっていう時だけですね。じゃあその円盤があるみたいな。基盤は絶対しないですね。その彼氏って円盤の存在とかって知ってるんですかね？知ってます。で、だから絶対タダではやらすなみたいな。やらすんだったらっていう。円盤の可能性もあるっていうのは知ってて、デリヘルだったら。最近って多分デリヘルもソープもすごく高いお店じゃない限りバックがどっこいどっこいみたいなところがあって、同じ金額だったらっていうのはあると思います。
でやらすんだったらお金を取れっていうはい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 、部分なんじゃないかなって。その職業の中で、やっぱあれですか、アリサさん的には同人 AV が好き？そうですね。もうホスト行くのやめて、その当時ほどお金がいらなくなって、どれが一番好きかなと思ったら、やっぱり同人 AV 出るのはすごく好きだったので、本業的な感じにできたらなと思いましたね。セックス好きですか？あんま好きじゃないです。なんで同人 AV 出るのが一番好き？気使わないからかな。取られるのが好きっていうのはあると思うんですよ、一つ。昔から結構芸能界に憧れとかもあって、女優さんとか声優さんとかいいなと思ってたので、演じるっていう部分では、お客様の前でも演じてはいるんですけど、取られてるっていうので、多分より演者っていう気持ちになれるので好きなのかなっていうのは思いますね。ああ、なるほど。そのエッチ嫌いなのはなぜ？性欲が多分鼻からあまりないだと思います。でもこういう業界とか風俗で働くのはやっぱお金が必要だから。そうですね。あとお仕事としては嫌いじゃないっていう感じですかね。いろんなお客さんとか、はい、遠行とかも含めて気持ちいいとかはあんま思わない？でも相性はあるので、思うときは思いますよ。プライベートでも全然思うときはってか思うんですけど。相性っていうのは性格とかじゃなくて体？もう体の相性はあると思いますね。はい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 。全く気持ちよくないというか、無みたいな人もいれば、すごいなっていう人もやっぱいるので。どういうのが無で、どういうのがすごいになるんですか？わかんないんですよ。大きさとかでもなくて、もうほんとただの相性だと思います。だからいくら大きくても痛いだけとか、はいはいはい、はい、まあ入ってんなぐらいの人もいれば、そんなに大きくないのにめちゃめちゃ普通に相性いいわみたいな。なんですかね、その人の別に顔とかじゃなくて。でもじゃないですね。もう本当にあるんだと思います、そういうものが。多分同じサイズでも違うんでしょうね。そうだと思います。だからもうその人の動き方だったりとか、その日の私の体調とか具合もあると思うんですけど、本当にあると思います。AV 男優になれば女の子とやり放題みたいな人考えてる方は多分いると思うんですよとか、だからエッチ好きだし同人監督になったらみたいな、大体飽きる、エッチ嫌いになります多分。なんで？画角がとか尺がとか見せ方がとか考えてくるとだんだん慣れてくるんですよ、男性って。例えばこの監督になりました。はい。で男は最初はやりたくて、で撮れるしっていうので、同人 AV 監督とか始めるわけじゃないですか。始めていざ撮ってみて、最初は多分画角とかも分かんないと思うので、とりあえず撮ってみて可愛いことできて楽しかったみたいになるんですけど、家帰って編集したりとかしてると多分ここ全然撮れてないとか暗いとかで、これなんか俺の背中ばっか映ってるみたいになって、今度は画角を気にしようとか、いざ販売してみて買ってくださった方からのコメントでもっとこうしてほしいみたいなのが来た時に、じゃあ今度は女の子の顔を重点的にとかいろいろ考えて次に挑むと、もう多分結構気にすることが増えちゃって、やっぱ慣れてきたりとか、あと挿入して絡むのも、騎乗位やって正常位やってバックやってみたいな、それ全部持たせなきゃいけないんですよ、出さずに。それ経験上出ちゃったとかあります？ありますね、全然あります。それでもどうするの？バックだったら最悪結合部を映さなきゃギリバレないので、やってる風みたいなとかでごまかしたりはするんですけど、そういうことを考えてるともうだんだんなんかいけなくなってきたりとか途中で萎えるようになってきちゃったりとか、撮ってるだけの方が楽っていうので、最初はエッチ好きで始めたはずが、撮ってるだけがいいなって多分なりますで正常位とかでやりながら撮ってて、でちょっとアングル変えますねとか、そういうのもあります全然ありますね。
だからカメラをいっぱい持ってる方だとあんまりないんですけど、1台でやってる方だとこっちに置いて、次はこっちに置いて、次は持ってみたいなのやったりするので。みんなあれですか、一眼レフみたいなので。人によりますけどね、一眼の人、GoPro はいはいはい。とか iPhone とかですかね。あ、iPhone もいるんですね。たくさんいます、たくさんいます。画質最近のいいので。でもカメラたくさんあってバン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 って置いてた方が楽そうですね。1回で終わるので、うんすべてが。ちょっとアングル変えますねとかもないし。そう、アングル変えるねが入ると、同じ正常位でもなんか5分を3回分とかになっちゃうんですけど、いっぱいあればもう5分で終わるので。長えなとか思います。またアングル変えんかいみたいな。あんまり思わないんですけど、たまに本当に手際が悪い人を見ると、君は2台買った方がいいよって思ったりはします。あなたは本当にあと1台持ちなみたいな。はい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 。アリサさん、今後はどういうふうな、なんだろう、生活を。田舎に引っ越したいです。都会嫌ですか？犬とか猫飼いたくて。今後のプランとしては、田舎で暮らして、お仕事とかはどういう？まあ、今すぐにとは思ってはないんですけど、普通の昼職と呼ばれるものにそのうちなりたいですね。IT 系とかいいかなって思ってます。あ、そういうジャンル、あれなんですか？好き？パソコン触るの好きなので、はいはいはいいいかなって思いますね。じゃあしばらくは、この同人。そうですね。同人業界にいさせていただければ、いさせていただきます。それとインタビューこれで終わりになりますので、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。